今世界がめっちゃざわついてるよね。アメリカとイスラエルがイランにドカーンって大攻撃。最高指導者ハメネイ死亡。トランプが無条件降伏しろって叫んでるし。でもさ、正直なんでこんなことに？イランって結局何なのって思ってる人多いでしょ。私も最初ね、核、テロ、独裁とかってなんだかよくわかんなかったの。今日は全部サクッと整理して初心者向けに解説しようかなと思っています。こういうの少しでもわかるとね、ニュースが入りやすいと思うからね。今更聞けないイランのヤバい実態、全部バラすから最後まで見てください。イランってどんな国？知られざるボロボロの実態。じゃあまず基本から、イランはイスラム国家なんだけど、UAE とかドバイとかみたいに成功してる国とは違うんだよね。石油はあるのに経済ボロボロ、インフレ 60% 超え、若者の半分が仕事ない。なんで？答えはシンプル。腐敗した真剣独裁だから。革命防衛隊っていうのがあって IRGC って言うんだけど、それが経済の半分以上を握ってて、上層部は超裕福。でも国民はパンすら買えないぐらい貧困。つまりイスラム国家じゃなくて、単なる腐敗した独裁国家なんだよ。これが今更聞けないポイントその1だね。独裁者が死守したい本当のもの、やばすぎる生存本能。じゃあなんでイラン上層部は体制だけは絶対守るってそんなに必死なのか。バカみたいな質問じゃないんだよ。これはめっちゃ大事で、答えは自分たちの権力、金、命がかかってるから。革命防衛隊のボスたちっていうのは石油会社とか密輸で超お金持ち。体制がもし崩れたらリビアのカダフィみたいに処刑されたり国外逃亡。だから核作ってでもミサイル撃ってでもわしらは生き残るっつって必死なの。要は独裁者の生存本能だよ。国民の生活よりも自分たちの首が大事なんだよね。ヒズボラって何？イランが持つ闇の手足の実態。ここで出てくるのがヒズボラ。レバノンのシーア派武装組織で、イランが作った代理勢力。武器もお金もイランからもらってる。はい、これ日本人だったらもうこの時点であーってなるよね。イスラエルにロケット撃ったり、過去に米軍やユダヤ人への攻撃もやってるから、だからもうアメリカ、イスラエル、EU の多くがテロ組織に指定してるよ。でもレバノンの国内では病院とか学校もやってんだよね。だからそれゆえに抵抗運動だって言ってる人もいる。要するにイランの手足みたいな感じ。イランが中東のボスになりたがってるから、ヒズボラやハマス、フーシ派に武器をばらまいてる。執拗に中東のボスになりたがる理由。イランが俺らが一番だっつってやりたがるのは宗教的なものなんでしょうか。半分正解で半分はこれ政治。1979年のイスラム革命からシーア派のイスラムを世界に広めろっつって使命感みたいなもの持ってるの。だからアメリカ、イスラエル、サウジのスンニ派を敵視してて、抵抗の数軸っていうグループ作ってる。ヒズボラとかハマスとかフーシ派とかなんかそんなやつらばっかりやってんの。でも本音は地域の覇権、体制を守るという戦略。宗教の衣を着た権力欲って感じかな。イランが核兵器にこだわる狂気。核兵器作ったら地球終わりなのになんで作ろうとすんのって思うじゃん。イラン側から見ると頭はおかしくないんだよ。理由は抑止力。核持てば攻撃したらお互い壊滅するぞってなるから、アメリカとかイスラエルが手を出せなくなるでしょ。北朝鮮が核を持って生き残ってるのを見てるから、核があれば体制守れるってイラン側が本気で思ってるんだよね。使わなくっても持ってるだけで誰も手を出さないっていう計算。でも実際は超ハイリスクなギャンブルで、負けたら地球終わりのレベルの大賭博だからね。一歩間違えれば本当に核戦争になる可能性があるから、世界中がマジでやめてくれっつって冷や汗かいてビビってる。特にさ、イランは過去にテロ支援とかミサイル攻撃を繰り返してきたから、本当に抑止力だけで止まんのかっつって疑問を持ってる人たちが多いっていうのも事実なんだよね。だからこそトランプはもう待てないっつって先制攻撃したのかもしれないね。もしアメリカが攻撃しなかったら、イランが書いた地獄のシナリオ。じゃあトランプがもし動かなかったらどうなってたんだろうね。イランはもうすぐ核兵器が作れる状態だったの。高濃縮ウラン10発分以上あったみたい。あと数週間で完成してたかもしれないんだって。もしそうなってたら、イスラエルにもうお前ら消してやるわっつって本気の攻撃してたかもしれないし、ホルムズ海峡は封鎖されて世界の原油が止まってたかもしれない。それから中東で核をみんな作り始めて、サウジとかトルコとかね。でも核ドミノ状態になっちゃうかもしれない。もう第三次世界大戦級のリスクが爆増。トランプはあと2週間遅かったら核持ってたって言ってるよ。だから先制で叩くしかなかったって判断なんだ。トランプが本音暴露、最も邪悪な人物と叫んだ理由とは。トランプがトゥルースソシャルで、ハメネイは歴史上最も邪悪な人物って大文字で叫んだの覚えてる？理由はこれ、マジでろくでもない。
世界最大のテロ支援国家、ヒズボラ、ハマス、フーシに武器をばらまいてるでしょ、さっき言ったみたいに。そして核開発でイスラエル抹殺を公言してるから。ほんでアメリカ人、米兵をとにかく何十年も殺害し続けてる。そして自国民の抗議デモがあった時、数万人を殺害してる。トランプから見たら悪のトップだったんだよね。だからこそトランプはトゥルースソシャルで、ハメネイは歴史上最も邪悪な人物の一人だ、死んだ、これはイラン国民への正義だし、世界中の被害者への正義だって大喜びで投稿したんだよ。 Thank you トランプ。泣きながら喜ぶ人たちの壮絶な苦しみ。最後に一番心が揺さぶられる話。アメリカ在住のイラン系の人たちとか国内の反体制派の人たちが Thank you トランプつって泣きながら花火上げてる。彼らの苦しみはどんなんだったのか。これはエッグインだけど、例えばね、これ女性髪の毛見せただけで逮捕されて拷問されて殺害、マフサ・アミニ事件っていうのが有名なんだけど、それ以外にもたくさんやられてる。あと抗議でもさっきもちょっと言ったけど、2019年だけね1500人以上が射殺されてます、抗議デモで。あとイランがやってる死刑執行、公主刑の多さ、縛り首っていうの、首つるやつで、社会的不満層への不均衡な適用、怖っ。手続きの不透明さだとか結構なレベルの人権侵害なんだよね。ほんで政治犯とかの家族をとにかく脅しに使う、子供でも逮捕して脅すとか、生活をとにかくめっちゃくちゃにされたり、子供の学校行けなくされたりとか、もう家族にもひどいことをやっちゃう。あとは経済崩壊、ハイパーインフレでパンすら買えないってさっき言ったけど、とにかくもう国民は生活がほとんどできない。それから監視社会、 SNS 批判したら即逮捕。だから37年ぶりに独裁者が死んだ、自由が来るかもって本気で喜んでるんだ。これ見ると戦争だけど解放って感じる人たちもいるんだよね、やっぱりね。ってことでイラン戦争の裏側全部バラしたよ。核の抑止、テロの支援、独裁者の本音、国民の叫び、全部これ繋がってるでしょ。こんな国があるんだよ。トランプの決断は正しかった？それともこれやりすぎ？コメントであなたの意見をぜひ聞かせてください。チャンネル登録とグッドボタンもお願いします。それじゃまた次回に。